こんばんは、はるきです。今回は新イベントフッティーズについて解説をしていきたいなと思います。今週末から開始をされる予定になってます。シェイプシフターズチーム3の後ですね。本当に最終盤のイベントになるかと思うんですけれども、毎作一応フッティーズっていうのはあるイベントにはなるので、過去作を振り返りながら今回も解説をしていきたいなと思います。なのでね、今作から始めた方だったりとかは、ぜひちょっと見ていただければなというふうには思います。で、フッティーズとは一体何なのかというふうなことなんですけれども、基本的に SBC のイベントになってます。毎年 SBC のフッティーズカードっていうのが登場をしてっていうような感じになっていて、一応輩出の選手としてフッティーズカードが出るっていうことはない、そんな、イベントになってます。で、SBC の選手は普通にEA が決めるっていうのもあるんですけれども、ファン投票で選ばれるっていう風なこともあるので、基本的には SBC のイベントとして思ってもらえたら嬉しいなという風には思います。でですね、じゃあ輩出の選手はどうなるのかっていう風なことなんですけれども、輩出選手は過去のイベントから選ばれて再配送されるという風なことになってます。TOTY とか TOTS とか、ですね。それ以外もいろんなイベントありますけど、そういうようなイベントカードから、再配送、フッティーズの期間内は再配送されていくという風な、感じになります。で、それではですね、過去作の、敗選手を見ていきたいなという風に思います。まずは前々作ですね、フィア21かなの敗選手を見ていきたいなと思います。こちらになります。こちらはね、バッジ2という風な、左に記載があると思うんですけど、バッジ1、バッジ2、バッジ3とかまであったのかな。結構ほんと1週間ごとに、敗選手が変わっていくという風な、ことになっていて、これは2週間目の敗選手という風なことですね。なんで、フッティーズが返されましたの1週間目は、バペとか、サラーとか、デブとか、ベンゼマとかは廃されてなくて、で、2週間目に突入した時に、敗選手が変わって、こちらの選手たちになったという風なことですね。基本的には、やっぱり、過去に登場をしていた強い選手だったりとかが、また新しく配されるっていう風なことに、なります。なんでパック引いても、もう外ればっかみたいなことは、あんまりはないですけれども、でも、そんなに高くない選手たちも、一応出てくるという風なことですね。またですね、この TOTS とかっていうだけじゃなくて、本当にいろんなカードがまた新しく再配されるという風な、ことですね。で、そして、前作の敗選手見ていきたいなと思います。こちらになってます。こちらもですね、ほんと色とりどりのカード、過去のイベント、っていうのから、TOT1 のバペだったりとか、マネだったりとか、またカンテ、あとはデンベレサンマキシマンとか、またウィンターワールドカードのネイマだったりとか、フューチャースターベリンガム、ヘッドライナーのダイクとか、非常に強い選手たちがまた新しく、再配送されたという風なことに、なりますね。基本的にはこちらも、この1週間が、1週間経てばまた別の選手たちに変わるっていう、風な感じには、なるので、基本的には敗選手はこのような感じに、なります。で、続いては過去作、前作ですね。前作、フィア22での SBC の、選手たちを見ていきたいなと思います。先ほどフッティーズの解説、概要の解説をした時にはですね、ファン投票っていう風な話を、してたと思うんですけれども、こちらがファン投票になります。ファン投票形式っていう、SBC と、普通に EA が先ほど言った通り SBC、EA が選んだ通常の SBC が来ると。そういう風な、SBC のイベントにはなるので、ちょっと形式が、変わるものもあるという風な感じですね。で、こちらの画像はですね、スキルムーブ5、逆足が5という風な、そういう、単純なファン投票もあるんですけれども、こういう風な感じで、選ばれた選手がこのように能力がアップグレードされますよっていう投票の SBC もあります。なんで、このムニエ、そしてボアテング、プレアっていう、ブンデスの3人ですね、が選ばれたら、誰か選ばれた選手が能力も高くなって、プラス55だよっていう、風なことですね。で、前作はですね、ファン投票を勝ち抜いた上位2名が SBC として登場をしてました。
なんで、まあ3分の 2SBC の選手として来るという風な形になってますね。で、この3名からだったら、前作はボアテング、が登場をして、まあ55の選手として能力も高くな、このような感じで96っていう風な感じになって、まあ出てきた、っていう風なことですね。あとはまあプレイヤーも、選ばれて、まあ、ムニエだけが外れてしまって、まあ、プレイヤーも強くなって出てきたという風な、ことですね。まあ、こういう風な感じでファン投票っていうのも、まあ、あります。で、そして、続いては、ルイス・ディアスですね。ルイス・ディアス。まあ、ルイス・ディアスも確か、ファン投票やったんじゃないかなっていうのは、思います。だけど、逆足が5とかやったかな。多分そういう風な感じで、ファン投票で選ばれた、選手になります。で、先ほどのボアテングの時もそうですけど、なんか上にちょっと王冠マークみたいなのがついてると思うんですよね。95っていう数字の上に。これはちょっと違った、まあ、フッティーズのカードで、まあ、ここにも書いてあるんですけど、文字にでも、プレミアムフッティーズって書いてあるんですけど、これは、今やってるシェイプシフターズでもある通り、プレミアムシェイプシフターズっていうカードがあると思うんですけど、それと同じような感じです。なんで、ヒーローと同様のケミストリーに、なっていて、まあ前作はまたちょっとね、こうケミストリーの組み方が違ったんですけど、まあ今作、またプレミアムフッティーズっていうのが来たとしても、シェイプシフターズと同じようなケミの、感じで思ってもらえればありがたいなというふうに思います。で、そして、続いては、デパウルですね。デパウルはですね、こちら見てみると、王冠マークがないと思います。で、プレミアムっていう風な記載もなくて、フッティーズっていう、これが通常のフッティーズのカードになります。で、ケミは別になんかヒーローと同じっていうような感じではないという風なとこですね。フッティーズデパウルに関しては、単純な SBC で来ました。ファン投票とかではなかった。ですね。まあ普通にこうなんか、確かね、なんか10月とか、10月によく使われた選手とか、なんかそう月間でよく使われた選手だったからみたいなんで来たという風に思います。まあ非常にやっぱり能力も、高くて、この選手がね、多分当時10万から15万ぐらい多分作れたと思うんですよ。これがやっぱ非常に安くて強かった選手の、記憶がありますね。で、そして、続いてはハバーツですね。ハバーツ。フッティーズのハバーツ。こちらはプレミアムという風なことになってて、確かですけど、ルイス・ディアスと同じようなファン投票で、だから上位2名でルイス・ディアスとハバーツが選ばれたんじゃなかったかなっていう風に思います。間違ってたら申し訳ないです。でも、こういうような感じで、まあ、ハバーツっていう、まあ、人気な選手も来て、結構盛り上がった、イベントの最初になったかなというふうに思います。まあこの選手もね、逆足が5やったかな、ってな感じで、まあ値段もそんなに高くなかったと、思いますし、まあ能力も、すごく高いですよね。なんで非常にやっぱりかっこよさと、まあプラス強さっていうのも、まあ兼ね備えた、選手としてハバーツが出てきた、っていう風なカードになります。で、そして、続いてはサンマキシマンですね。サンマキシマン。まあ、サンマキシマンは通常の SBC だったかなちょっと忘れましたけれども、まあ、マキシマンも来たと。ちょっと値段が高かったんですけど、まあ、凄まじい能力ですよね。本当にこう、生粋のドリブラーという風なことで、まあ、ドリブル数値に関してはですね、完走能力が多くて、さらに、まあ、パスも上手くなって、シュートも打てる。サンマキシマンはやっぱりシュートがちょっとっていうような感じだったんですけど、この、もうフッティーズまで差し掛かってくると、もう本当にシュートも決めきれるような、もう最高のアタッカーの、選手として出てきましたね。で、ペースも99という風な、ことで、まあ、非常にこの選手は激アツな、選手やったなという風には思いますね。非常にやっぱり素晴らしい、選手でしたね。で、そして、続いてはメンディですね。メンディ。まあもう、マキシマンが出てきた時はですね、多分8月の十何日とかやったと思うんですよ。中旬ぐらい。上旬から中旬にかけるぐらいの。もうそれぐらいになってきたらもうバグってきます。で、メンディもおそらくそれぐらいに来て、もうバグってきてるよっていう、感じになってるんで、メンディもやっぱり凄まじい能力ですよね。この選手はですね、多分100万超えてたんですよ。SBC の価格としては。150とか多分そんぐらいで、めっちゃ素材がいるみたいな感じだったんですけど、まあ、多くの方はやっぱり作って、ましたね。やっぱりこういうメンディーが前作いるからこそ今作にもね、やっぱ強いメンディー来てほしいなって自分何回か言ってると思うんですけど、やっぱね、メンディー強い選手なんで出てきてほしいなっていうのは、
あります。今作、メンディーをちょっと言ってるのは、前作のこのフッティーズのメンディーがいたからですね。マジで何でもできるっていう、選手でしたね。だから、まあ、前線でもいいし、中盤でもいいし、サイドバックでもいいしっていう、そんな選手でした。マジでメンディーは強かったし、SBC の価格が、まあかなり高かったんだけれども、作る価値っていうのはあったなというふうに思いますね。もうここら辺になってきたらもうバグってきてますよ。で、そしてファン投票で扱ったのはですね、OVR99 をかけた、激アツ選手っていう風な、ことで、バラン、テオエルナンデス、デンベレと、まあフランス縛りですかね。これで、まあ、人気投票で勝った選手が、上位2名ですね、が99になると。総合値が99になるという風なこと。まあこれがちょっと熱かった。先ほどの55っていうのも良かったんですけど、選手的にですね、誰が選ばれてもえぐそうだなっていう風に、感じたファン投票にはなるので、まあこれはエグかったなっていう風に思います。で、ここから選ばれた選手が、まずはバランですね。バランが、まあ、こちらのプレミアムという風なことに、なっていて、先ほど、紹介をした通り99に、総合値がなってますよね。で、ペースは驚異の96。で、さらに守備値、フィジカルに関してはもうほぼカンストをしているという風な状況ですね。で、そういう風な選手がですね、パスだったりとかもある程度できて、あとはやっぱりドリブルに関しても、まあ、リアクション冷静さっていうのも非常に高く、なって出てきたという風な、ことになりますね。なんで、まず多分バランが最初に、来て、まあ、上位2名だったので、その次、テオなのか、デンベレなのかっていう風な感じで、続いてはデンベレが、来ました。もうバグってますよね。で、こちらも、おそらくですけど、8月の10日あたりに多分来たんですよ。サンマキシマンとかメンディとかと、まあ、同じような1日2日、3日、4日ぐらいの間に、来たんで、基本的にはやっぱり、もうバグり出してきてるなっていう風な、感じ。もう何でもありだなっていう風な感じで。まあ、デンベレも非常に強くて、まあ、もともと55で、まあ、シェイプシフターズがね、まあ、いるので、まあ、そういう風な、形。あれ、プラス、能力も99なんで、総合値が。まあ、そらえぐいでしょっていう。で、それが SBC なんで、みんな作れるんですよね。みんな作れる。だからこそやばかったっていうのが、まあ、ありますよね。本当に55プラス、この能力っていうのは、本当に凄まじいですし、まあ、この選手も、作ってる方は多かったな。まあ、バラン同様ですけど、非常に熱いファン投票から、実際出てきた選手も強くて作ってる方が多かったなというふうに思います。まあ、本当に選手見ててもワクワクするんじゃないかなというふうに思いますね。で、そして、続いてはサラです。サラ。これもえぐいでしょ。もう何回もバグってきてるんですよ。もう EA も頭おかしになってきてるんですよ。何でもええやみたいな。もう何でも好きな選手だんだん出したらみたいな感じにもなってきてるんで、ここら辺から。で、サラもまあ同じような時期に、来て、まあ99と。まあこれは多分、先ほどのファン投票とかとはまた別なんですけど、単純に能力が強くて99にするしかなかったっていうような感じだと思うんですけれども、あとやっぱりね、サラ55だったと思うんですよね。確か。スキル使えたと思うんですよね。多分、スキルも逆足多分55か54やったと思うんですよね。なんで、非常に強かった。この選手も。で、まあ、プレミアムなんで、一応、まあ、要は、エジプトで結構難しいんですけれども、ケミさんで使えるっていうのが、まあ、ありましたし、この選手も、非常に作ってる方は多かったかなというふうに思います。もう本当にエジプトの王ですよね。まあ、そんな選手が、まあ、より強化をされて、もう最強になったというふうなとこですね。まあ、能力もちょっとガス荒いんですけれども、もうほんと数値的にはえぐいんじゃないかなというふうに、思いますね。で、そして、続いてはネイマールですね。ネイマール。もうバグってますよ。とんでもないよ。当たり前やけど、もうおかしになってきてます。フッティーズはもうこういうイベントです。もうおかしになってきてます。でも、ネイマールに関しては、まあ本当に、えぐいですよ。えぐかったね。ネイマールこそ本当にみんながみんな作ってたんじゃないかな。やけど、めっちゃ SBC のね、価格が高かったんですよ。確か。200とか。多分ね、結構高かった。メンディ
より高かったか、メンディーと同じぐらいかだったんで、メンディーも作ってる方は、ネイマなんてもう作れへんよみたいな感じだったんで、結構時間をかけて作ってる方はおられました。これだけやっぱ、期限はね、長いんで、サラーもそうですけど、バランも多分、本当に今作の終わりの終わりぐらいまで期限が続くっていう感じだったんで、一応 SBC の期限としては長かったんですけれども、本当に時間をかけて作ってる方が多かったなっていう風に思います。もう本当に最後を楽しむための選手たちですよね。ネイマールを筆頭にですけど、サラーとか、メンディとかバラン、デンベルとか、そうですけど、本当にここら辺になってきたら、バグってきてる。これが多分8月の、先ほどから言った通り10日から多分17とか、多分そこら辺の1週間の間、ドババってきたのかなっていう風に、思うんですけれども、非常に本当に終わり際っていう風な、感じになりますね。で、そして、目標できた選手はですね、フッティーズのマルティンスですね、ジェイソン・マルティンスが来たという風なことで、こちらもですね、非常に普通に目標の選手ではあるんですけれども、能力高く、なっていると思うんですよね。で、ちょっとケミが組みづらかったんですけれども、スパサブとして、非常に優秀だったかなというふうに思います。ペースも速くてね、あとやっぱり能力も上がってきてるんで、シュートも決めきることができた、そんな選手になります。あとは意外と守備値が高いっていうことも、スパサブとして出てきて、この人でカットして、この人で持ち上がっていって、もう横パスで1点とか、っていうことができたんで、目標でね、取れた方は、非常に良かったのかなっていうふうに、思います。で、そして、続いて、ムバブですね、ムバブも目標で、来たということで、この選手はね、やっぱりケミが難しかったんで、プレミアムの選手として来てたら、需要は高かったかなっていうふうに思うんですけど、多分みんな作った方も、使えなかったら、先ほど言ってた通り、ネイマールとかメンディとかに溶かしてた、そういう風な選手になります。実力は高かったんですけど、ちょっとケミ的には難しかったのかなという風な印象ですね。で、そして、あとはジェームズ、そしてマウント、が目標として登場をしてきました。ジェームズ、だったりに関しては、チェルシーという風なことでダイナミックデュオ、みたいな感じで、要はマウントの目標の中に、ジェームズがいたという風な、ことにはなります。今作のね、目標でもちょいちょいありますよね。この選手、全部をクリアした時に、この選手がゲットできて、その1個の目標の中に、この選手が入ってるみたいな。そういう風な感じです。ダイナミックデュオっていう。これもね、チェルシーで縛ってるんで、今作もね、なんかあればいいなっていう風に思います。このクラブチームから2人選ばれて、どっちも強くなってっていう。ジェームズ、マウント、どちらもね、非常に強かった選手にはなるので、目標として、ゲットできた方は、普通に使えたのかなっていう風に思います。特にやっぱこういうので来ると、チェルシーファンの方は、ね、たまらないですよね。なんでそういう、ね、クラブの選手たちが、強く出てきて、さらに目標だったら非常に、嬉しいんじゃないかなっていう風には思います。で、そして、その他 SBC ですね。その他 SBC ではですね、まずはキャンペーンバッグ、だったり、選手ピック、だったりとかが登場を、しました。今作ね、いろいろ来てる、選手ピック82プラスとか81プラスとか、そういう風な選手ピック、だったりとか、あとはキャンペーンバッグ。キャンペーンバッグちょっと忘れたんですけど、いろんなイベントですね。この中、例えば、トロフィータイタンとか、ファンタジーフットとか、あとは、なんだろうな、ちょっと忘れましたけれども、そういうだったら TOTS とか、そういう風なイベントの選手たちから1名ピックして選ぶみたいな、そういうキャンペーンバッグも、出てきましたね。で、あとはですね、一番熱かったのはですね、やっぱり再挑戦可能の 85×10 ですね。これが非常に熱かった。フッティーズ期間に出てきたこの85プラスっていう、SBC がやっぱり熱かった。これはですね、再挑戦可能っていうのがちょっと肝。あとは、実際見せることはできないんですけれども、内容ですね。内容というか、条件が結構緩かったので、85×10 をこれ1個作ってしまえば、もうそっから永遠に、もう何もコインとか戦車が使わずに、もう永遠に作ることができた、素材獲得することができたっていう SBC だったんですね。要は85以上の選手が10名出てくるわけなんで、その中から多分3
4名ぐらいをまたこの SBC に当てはめて、あと本当に総合値80ちょっととか70ちょっととかの選手でやれば別にクリアできるってことだったんで、素材だけがどんどん溜まっていくっていう、そういう風な SBC だったんで、この SBC がなければやっぱりネイマとかメンディとかっていうのは、作れなかったかな、作れない人が多かったかなという風に思うので、ぜひともちょっと今作のフッティーズでもですね、この再挑戦可能っていうで、条件もちょっと緩いっていう、そういう風な 85×10 が来てほしいなという風には思います。で、一応ですね、本当に最後にちょっと付け加えというかおまけみたいな感じになるんですけど、CF 報酬も若干変わります。CF 報酬も若干前作はですね、シェイプシフターズも入ってくる、っていう風なことになってました。だからこれまで今の CF は TOTS だけだったと思うんですけど、あれに例えば、92プラス、シェイプシフターズと TOTS、EFIGS、5大リーグ TOTS から、例えば5名のうち1名、4名のうちから1名みたいな。で、TOTS のパックも、例えば92プラスシェイプシフターズまたは EFIGS の TOTS 選手3名っていう風な感じになってきてたので、前作の、フッティーズが始まった期間かどうかわからないですけど、CF 報酬も、変わる可能性はあります。前作は一応そういう風な感じでシェイプシフターズが追加を、されてました、報酬に。っていう感じで、これがフッティーズの、イベントの、解説になります。本当に、今作も終盤に、差し掛かってきたな。本当に終わり際なんだなという風に改めて、感じます。いろんなね、SBC の選手たちも、来ると思いますし、激アツな選手たち、紹介したと思うので、まだ、表をやるっていう方は楽しめるんじゃないかなというふうには思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。